はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、シブガチュエ UTG1DT モデルです。あのチュエの別バージョンってとこかな？シブガといえば木製素材を使ったお高いヘッドフォンメーカーっていう印象だったね。以前からイヤホンも作ってたんだけど、あまり目立たなかったのかな。1万円台前半という価格でリリースされた手の届きやすいシブガは、結構インパクトあったし、音質も良かったもんね。シブガが身近になった気がしたね。今回もモデル名はチュエ。その後に UTG っていうのがついてるけど、これ何？チュエ、宴とか？こらこら、勝手にモデル名作っちゃダメよ。UTG ウルトラシングラス超薄型ガラス振動板を使用しているのよ。これが今回のドライバーに関してのポイントね。チュエオリジナルがベリリウムメッキダイヤフラムだったから音質の違いが楽しみだね。価格が Amazon で 15,980 円だったよ。チュエオリジナルよりちょっと上がったね。ケーブルが 3.5mm、4.4mm のジャック交換タイプになってるから、その分もちょっと価格に含まれるかも。外観、リアチャンバーパネルは南米産グリーンサンダルウッドを使用。木目が独特の模様を持ち、光に当てると茶褐色からオリーブグリーンに変化することから、木塊のカメレオンとも呼ばれていて、成長が非常に遅く、成熟するまで約60年かかるため、非常に希少で、価格も高騰しているそうよ。なるほど、そのあたりも価格に若干影響しているのかもね。チュエオリジナルは北米産のホワイトメープルウッドを使ってたから、色も質感もちょっと違ってたね。どっちも素敵。チュエ UTG は金属部分を含め透明なコーティングが施されてる。オリジナルと好みの分かれるところだと思うけど、傷に対しての耐久性は UTG の方がありそうだね。そうね。ボディは暗号金製、重さが片側 9.8g と存在感あります。音漏れの心配はほぼないですね。UTG ウルトラシングラス超薄型ガラス振動板の特徴は超光合成でガラスの高い弾性率が振動や歪みを減らし、可動応答と広域の再生能力を改善。そして軽いこと。まず UTG の波形を見てもらおうかな。オリジナルのレビューの時にも感じたんだけど、チュエにバンドルされているイヤーチップは結構特性の違いがあって、UTG でもそれは顕著に出ているよ。濃いグレーの方が6キロ過ぎあたりがあんまり絞られないのか。ってことはこっちの方が広域明かりそうだね。低域とのバランスを見ると UTG はやや広域にウェイトを置いた感じですね。そう、いつもはディバイナスベルベットを使って音収録や視聴をするんだけど、この通りベルベットは濃いグレーのイヤーチップに特性が似てるんだ。聞いた感じ、個人的に青の波形の方が好みだったんで、今回は単体でも販売されているバンドル2のイヤーチップを使うことにした。オリジナルバージョンのレビューの時もこのイヤーチップが好みって言ってたもんね。ああ、そういえばそうだったか。音調整の基準をチュエオリジナルにして音収録したんで、 UTG との違いを把握してもらえればと思うよ。サウンドチェックはいつもより短めにまとめたんで、まず聞いてみよう。はい、では早速聞いてみましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。波形の違い通り、UTG は低域が少し軽く、中高域以上が明るく目立つ印象でしたね。そうだね。チュエオリジナルを音調整の基準にしたのはなぜ？
その方が UTG の低域の軽さと中広域以上の明るさがよくわかるし、それをチュエオリジナルを装着して聞くとより差分がわかると思ったからだよ。オリジナルを持ってる人結構いるんじゃないかと思ってね。収録音では限界があるけど傾向は把握してもらえるんじゃないかな。そういうことか。それと UTG の広域は実機ではもっと綺麗だよ。同じチュエでもチューニングは別物だね。全帯域を通して波形の重なる部分がこことここぐらいしかないからね。乗せてるドライバーも違うし別物だと思っていいんじゃないかな。余談だけど同じ音量で聞いた時 UTG の方がちょっと小さめだった。感度の違いの影響なんだろう。聞き比べるときはこの違いを合わせないとね。なるほど。実機の聞き比べで感じたことは？視覚的にはオリジナルに比べ UTG は低域を少し抑えてるから物足りないかなと思ってたんだけど、聞いてみるとそれほどでもなかったね。むしろオリジナルの低域の方がどっしりしすぎなんて思った。 UTG の低域はベースラインがより追いやすかったよ。中広域以上はどちらのバンドレイヤーチップでも明るく綺麗に出ていましたよね。確かに解像感は上がってると思う。スネアのスナッピー側の響きが目立つし、ハイハットの刻みは粒がよく聞こえる。クラッシュシンバルは結構鋭い。高質でスパッと立ち上がってくる印象だわ。透明感という表現が結構しっくりくる感じ。 UTG ウルトラシングラスダイヤフラムだもんね。そうだね。今回は左のカーブをピックアップして音収録したけど、さらに広域の抜けを重視する人には濃いグレーの方を使うといいと思うよ。ボーカルの視察音は目立つ傾向だけどね。気になる点はありましたか？1から2キロを抑えている点かな。すっきり聞けることは間違いないんだけど、オリジナルの鳴り方に慣れてるとちょっと厚みに欠けるように思う。ボーカルが前にできらないというか、ややおとなしめに感じた。それと案外どんしゃり。でもここを落としてるから低域が波形で見るよりしっかり聞こえてるのかなとも思う。ここの聞こえ方の違いもオリジナルと UTG が別物と思った理由の一つ。チュエオリジナルを持っている人が UTG も買おうか迷っている場合、この傾向の違いは参考になりそうですね。そうだね。リアチャンバーパネルの色味違いのマイナーチェンジではなく、乗ってるドライバーもチューニングの傾向も違う。どっしりした低域と厚みのある出音、全体的なバランス重視ならオリジナルバージョン。やや広域にウェイトを置き、立ち上がりが早く透明感のあるすっきりしたサウンドが欲しければ UTG。聞き比べるとどっちの良さにも惹かれるんだよな。あとは視聴者さんに委ねようか。そうですね。そうしましょう。はい。ということで、シブガのウルトラシングラスダイヤフラム搭載 1DD モデル、チュエ UTG のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。